どうもどうも、コパンだー。皆さんお疲れ様です。どうもどうも。今回のメンテナンスで実装されているチップの修正についてちょっと触れていきたいと思います。ちなみにパンダはまだ何もしていないので、わかりません。はい。なので、まあ、初めて触った体でね、みんなで見ていきましょう。というわけで、全部ね、リセットされて手元に戻ってきているので、一応パンダが持っている総数的なものは、金のチップが375枚のエピックが2240枚、普通のレアリティ、青チップが147枚となっております。なんか知らないうちに増えてたな。ということで、今回選定する方法というか、箇所的には枚数も全部一緒ですよね。で、中身が変わっているということで、まあ名前もね、ほぼほぼ一緒なんでね、上だけ違うけど、火力制圧になってるけど、パンダは現時点ではまだ、チェイスロックかな。弱点4ダメージ増加の方で調整していたので、まずはこっちでつけていきたいと思います。で今まではこの時点で、あのレジェンドチップ、エピックチップっていう風に振り分けてたんだけど、もうここはもう全部同じなんだよね。なので全部弱点4ダメージまずつけてみますね。で問題はここから振り分けていく方法っていうのになってくるんだけど、今までは同同一のレアリティ、まあレアだったらレア、エピックならエピック、レジェンダリーだったらレジェンダリーを重ねていくことで、エピック集積指数を上げて、まあ、チップ単体の性能プラスエピック集積指数のセット効果というか、パーセンテージ的なもので、相乗効果で精度を上げていくっていうものだったんですけど、今回は、いわゆるランク形式になっていて、各1から現在だと11、69レベル解放で12ランクまで。なんかシェット増えてんな。なんか増えてんな。いいことか。うん。で、各場所に入れるチップによってステータスが変わってくるということになっております。で、現在、まず1箇所目、1ランクに、このレジェンダリーパーツを入れると、攻撃力が5.2、弱点4ダメージ増加が0.8、コモン指数が4、エピック指数が2と。ここは一緒だよね。まず1枚入れてみます。そうすると、もう次の2ランクに進むんですね。1ランク、その箇所に重ねて2ランク、3ランクと上げるのではなくて、1ランクに入れるのはこのチップっていう感じで、もう次のランクまで行ってしまいます。で、さあ、次のランクに何を入れるかということになってくると、よく見てみると、レジェンダリーパーツ同じの入れたとしても、今度は0.8になっていると。なので、これ単純に、今まで1箇所に入れてた、なんだろう、チップと同じ使い方なんだよね。下の枚数も1枚から2枚になっていて、今まで普通に6とか5とか合わせた人は、全く同じ方法でいいと思います、まずは。パンダもこれおそらく今後何回か修正を重ねて、一番いい、自分に合ったステータスを探して付け替えていくんだけど、現時点でそれをやるってなかなか難しいと思うんだよね。なぜかっていうと、今まで余っていたこのレアパーツとかエピックパーツっていうものを自分の欲しい一番必要としている攻撃だったら武器とか、属性だったら、まあ、グローブとか、そういう箇所に当てることができるんだよね。プラスアルファで。もちろん、余ったものを入れるから少しでも上がったら嬉しいなっていう感じだと思うんだけど、そこがレジェンダリーチップで染まることがあれば、さらにステータスを上げることができるっていう要素になるので、要素なんか、噛んだな、今ね。上がるので、厳選を重ねて何回も試行錯誤していくうちに完成していくのかなと思います。で、今現在だと、もともとここは、ジェンダリーで6まで上げてたので、6までさっさと上げてしまいます。皆さんも、もともと上げてた数値まで上げるとおそらく同じ感じで終わると思うんだよね。
見た感じ、必要なエピック数も一緒なので、そしたら、1箇所この6まで上がってる状態。なんかちょっと分かりづらいね、でもね、ここ前までランク6と書いてあったのが、この下のちっちゃい四角が染まっているので、なんか、比べていくってのは若干ちょっと分かりづらいかもしれない。で、大体これで、まあ全部666とか埋めていくと思うんだけど、今まではそこで終了だったのが、ここに7、8、9、10、11まで現在チップを設置する箇所が残っています。もちろんここにレジェンダリーチップあるだけ詰めることもできるんだけど、そうすると他の箇所につけるものがなくなってしまうので、他に余っているもの、つまりエピックパーツまたはレアパーツをつけていくということになっていきます。さっきまでは、攻撃 11.8、ちょっと上がってるからね、あれだけど、でもエピックパーツに関してはまた今度、エピックパーツの1からスタートするのかなきっと。ちょっと置いてみるね、1個。そうだね。ここに7ランクっていうあるけど、エピックパーツに関しては、こっから1がスタートして、次が2、3、4、5みたいな感じに上げていけるように、今回の仕様で変わりました。なので、もともとレジェンダリーチップ、6ランクまで上げていた人で、エピックチップが余ってたけど、他の箇所にも全部すでに設置していて、つけるところがないよ。ただ単に余って無駄になってるだけだよっていう人も、今回、今までよりその、設置箇所が増えたことで、自由にね、好きな箇所にステータスを盛ることができるようになりました。おそらく全部同じくに設置していったら、ステータスは自然と上がっているはずです。まだこれもね、全部まだやっているわけじゃないので、まだはっきりとはしないので、パンダもね、自信持ってまだ言えないんだけど、おそらくそうではないかなと思います。なので、上級者の方は、ここおそらく全部、レジェンダルチップで染めるので、全部黄色に染まってると思うんだけど、今までそのレジェンダリチップを1枚しか持ってなくて何もできなかったとか、数枚持ってるけど全然強化できなくて、レアの青チップ、エピックの紫チップの方が全然強かったから、そっちを使ってたよっていう人も、例えば、戦闘にレジェンダリーチップ1枚だけ入れて、持ってたエピックチップをここに5枚ぐらいダン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 ってつけて、でももうないや。でも青いチップなら残ってるねっていうので、残った青いチップをこう埋めていくと、こうやって。なんか火入っちゃった。青なかったのか。なんか、勢い余ってなんか入っちゃったな。こんな感じで、金から始まって、紫のエピックチップ、そして余ってたレアチップ、青チップなどを入れることで、もともとそれ以上上がることがなかったステータスをさらに上げることができたと。考え方によっては、強化しやすくなったよね。今までちょっとハードルが高かった、レジェンドチップ、エピックチップ、同率のチップしか重ねられないっていう箇所がちょっと緩和された形になるので、逆を言えば特化を作ることもたやすくなったということかと思います。もう全部全突破で、もう耐久ガン無視で攻撃に振るとかね、ブーツとか 4つしかない選択肢に全部、11まで組むことができたら相当上がると思うよね。ただバランスも大事なんでね、ちょっとね、全く上げない状態でやると、おそらく元々の数値より下がってしまうので、ある程度元の数値を維持した状態から、こうちょっと入れ替えたりとかして、ステータス上げることで、元の、元っていうのは昨日までの自分よりもちょっと強い自分になれるかなと思います。この辺はね、その都度、修正をして、わかりやすく、パンダも理解したらね、どんどんこう説明していけたらと思います。配信などでもね、この辺は触れていきたいと思うので、もし何かあれば質問していただけたらと思います。今回はね、実装されたばっかりで、まだファンダもね、あんまり、はっきりとね、これはこうだよって言えるくらいまで、理解が追いついていないので、
この動画の説明は以上にしたいと思います。何か質問等あればコメント欄または配信等に来ていただければと思いますのでよろしくお願いします。では以上です。では皆さんお疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。